前回、純子とトウが旅行中に同じ部屋で寝ることになったところまで話したが、今回は第2話から第6話までのダイジェストをお届けしよう。皆さんこんにちは、BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。トウは日焼けした純子の肩にそっと薬を塗り、2人はいつものようにたわいもなくゲームをして笑い合った。その穏やかな時間が何より心地よかったのだ。翌日、仲良し3人組は子供の頃に迷い込んだ海辺を再び訪れる。懐かしい記憶に導かれるように3人はカメラを構え無邪気にポーズをとった。学校に戻ると演劇部の公演ロミオとジュリエットが2人の距離を思いがけず近づけていったのだ。演劇の一環のはずだったキスシーン。けれどその瞬間、塔の中で何かが弾けた。ほんの数秒の衝動が友情という名の線を確かに超えてしまった。ただの友達じゃいられない。君の彼氏になりたい。その一言が空気を切り裂くように響く。純子の心臓が痛いほど脈打った。ずっと恋愛相談をしていた相手が自分を思っていたなんて信じられなかった。しかも塔には今まで何人もの彼女がいた。そんな彼が今になって自分を好きだと言うなんて冗談にしか聞こえなかった。あれからトウは純子を避けるようになった。すれ違いばかりの日々が続いた。純子の胸には言葉にできない空洞のような痛みが広がっていく。雨の放課後、ようやくトウを見つけた純子だが、トウはその手を払い、同情なんていらないと冷たく言い放つ。その瞳に宿る寂しさがかえって純子の心を締め付けた。純子の頭からトウが離れない。どうしても放っておけず、彼はトウの家を訪ねた。ここのところ無視された怒りとやるせなさが募り、純子はついに何をやっても君のことで頭がいっぱいだったと抑えきれない心の叫びをこぼした。その一言にトウの胸の奥で張り詰めていた糸が切れた。衝動のままキスをした。けれど純子の心はまだ整理がつかない。拒絶にも似た勢いでトウを押しのけて、トウはそのまま地面に倒れ込んだ。それから二人の間には長い沈黙が流れ、笑い合っていた日々が遠い夢のように感じられる。幼馴染のヤンだけが2人の微妙な変化に気づく。早く仲直りしなよ。彼女の言葉も届かず、2人はすれ違い続けた。またもや雨の日、純子は見てしまう。トウとヤンが親しげに笑い合う姿を。胸の奥が焼けるような痛み、息が詰まる。何も考えられず、そのまま雨の中へ駆け出した。道路の車にも目を向けずに走り出したその瞬間、トウが刹那に純子を抱き寄せた。冷たい雨の中、2人の体温だけが現実をつなぎ止めていた。風邪ひくぞ、そう言ってトウは純子の手を引き、純子の家へ連れ帰る。濡れた服を着替えた後、トウはずっと純子に見てもらうためだけに努力してきたと告白する。純子は自分がどれほど大切に思われてきたのかをやっと理解したのだ。この日、2人の関係が微妙に変わったのだった。しかし学校でも家でも純子はこの関係を秘密にしていた。そんな行動を見てトウの胸には小さなトゲが刺さる。不安と嫉妬がゆっくりと膨らみ、ある日彼はついに抑えきれなくなった。みんなの前でトウは純子の腕をつかみ、力強く部屋から引っ張り出した。まるで世界そのものから彼を奪い去ろうとするかのように。トウの瞳には迷いのない確信が宿っていた。もう隠したくない、そんな思いが全身から溢れていた。だが純子は違った。友達から恋人へ、あまりにも急に変わってしまった現実に心が追いつかない。トウがみんなに知ってほしいと願う一方で、純子はただもう少し時間が欲しかったのだ。その矢先、純子は学校のユミに告白された。突然のことに戸惑いながらも断ろうとしたその瞬間、ユミが強引に唇を近づけてきた。その時、勢いよくドアが開いた。トウとヤンが飛び込んできたのだ。トウの目は怒りに燃えていて、ユミの腕を振りほどき、純子の前に立ちはだかる。今回ばかりはトウの怒りは本気だった。純子が何度も謝ってもトウは顔を背けたままだった。しばらくして純子は悲しげに、最近トウに嫌われたんじゃないかってずっと怖かった。本当は寂しかったんだ。その一言がトウの心の壁をゆっくり溶かしていった。彼は純子を胸に抱き寄せる。そして耳元で静かに囁いた。一生君を嫌いになることなんてない。二人の間に残っていたわだかまりが静かにほどけていく。その夜、初めて二人は本当の意味で結ばれた。しかし穏やかな時間は長く続かなかった。少しすると再び嵐のような誤解が二人を襲う。
ジュンシーは女性に腕を組まれながらホテルへ入っていくトウを目撃する。胸が張り裂けそうなほど苦しくなり、逃げるようにその場を離れた。だがトウが追いかけてきて、元カノにバイトを紹介してもらっただけなんだという。彼が稼いだそのお金でジュンシーへのゲーム機を買おうとしていた。その夜、みんなで食事をした席でトウの元カノが真実を語った。実は彼女が最初に好きだったのはジュンシーだった。彼に告白しようとした矢先、トウがジュンシーを誰にも取られたくなくて彼女と付き合ったのだ。ジュンシーは驚きを隠せない。まさかそんな理由でトウが歴代の彼女たちと付き合っていたなんて。胸の奥が温かく少しだけ痛くなった。トウの不器用な愛し方がようやく理解できた。ジュンシーはそっとトウの頬に軽くキスを落とす。そして誤解も距離も静かに溶けていくようだった。後日、ジュンシーとヤンは同じ会社でインターンシップを始めた。トウは別の会社だったが、穏やかな日々が戻り、2人はようやく安定した関係を築き始めた。だが平穏は長く続かない。しばらく家を空けていたトウの父親が突然戻り、引っ越すと一方的に告げたのだ。トウは10歳の頃から父は仕事に没頭し、病気の時もジュンシーの家族に助けられてきた。いい子でいれば母は戻る、そう信じてきたのに、幼い日の願いは今も心の奥で凍りついたままだった。その記憶がよみがえり、トウの心は音を立てて崩れ落ちた。トウはジュンシーに一緒に住もうと、その声には長い孤独と絶望がにじんでいた。また次回お会いしましょう。ではでは。